チャプター1エイジウルフ・オブ・ナインス・アベニュー。ワイヤーフレームの T レックスが走る。ティラノサウルスレックス、およそ6700万年前、白亜紀の大地に君臨した肉食爬虫類だ。最大級で体長13メートル、体重9トン、恐竜。でもそいつは化石をもとにした学者の想像図とはちょっと違っていた。 T レックスよりはずっと小さい。それでいて前足は著しく発達していて、鋭い3本のかぎ爪は獲物の肉をざっくり引き裂いてしまうだろう。ティラノモン、成熟期、恐竜型、データ種。ワイヤーフレームの 3D ボディに皮膚のテクスチャが貼られてマッピング、質感がもたらされていく。赤い T レックスもどきが走る。彼らは群れていた。一頭が獲物を追いかけ、一頭は誘い込み、もう一頭は待ち伏せ。高度な知能に基づいた集団による狩りを。獲物は追い詰められる。トンネルの奥へ奥へと迫るティラノモンのかぎ爪がついに獲物を捕らえようとした時、耳を破る轟音とともに四角い巨大な物体が猛スピードですれ違っていった。地下鉄だ。ワイヤーフレームで描画された列車。とっさに車両を避けたティラノモンが目視している範囲だけは路線を示すラインカラーのバーミリオンで塗られていた。行き先表示にはどこかで見たことがあるようで何事もわからない不可解な文字列が。そこは太古のジャングルならぬ線画で構築されたコンクリートの地下空間。3頭のティラノモンは改めて逃げた獲物を追いかける。トンネルの掘らない分岐を折れてさらに地下深くへ。水を踏もうとその先は広大な下水道につながっていた。辺りは伸ばした指先も見えぬ闇に。でもティラノモンは知覚している。よどんだ風が運ぶ汚物の匂い、すばしこく水路を逃げ回る獲物の足音、つまりは空気を。待ち伏せ役のティラノモンが悲鳴を上げた。不意に竜巻が発生し、巻き上がった水柱の渦がティラノモンを弾き飛ばした。バランスを崩したティラノモンは背中から水路に倒れ、腹を見せてひっくり返ってしまう。そこに至近距離から追撃の衝撃波、不意打ちで強烈なとどめを刺した。獲物に反撃されたティラノモンは沈黙。赤い皮膚に傷、ノイズが広がっていく。飛び出す看板、3D デジタルサイネージ広告。顔に熊取りの化粧をした悪の強い歌舞伎風ショップマスコットが店舗から道路に乗り出す勢いで新発売のなんとか肉4倍バーガーを宣伝している。なんかいいバイト話ないかな。長住英二はファストフード店の2階の隅っこの席に陣取るとクーポンでもらったドリンクで長居していた。スマホ片手に SNS、
グリムのトピックを流し読みする。グリムは反世界的コミュニケーションツールだ。基本となるショートメッセージ、ボイスチャット、動画、ライブ配信機能のほか、グループチャンネルに基づく様々なコミュニティが並立している。総ユーザー数はすべての SNS の中でもおそらく上位。最大の特徴は、独自の暗号通貨デジコインによる金融決済ツールを兼ねていて、一つの経済圏を成していることだ。ただし、半分非合法。ツールのコストが馬鹿にならないし、外注じゃなくてプログラムとか本気で覚えないとな。あれ？チップまた値上がりかよ。うちの業界もいよいよレッドオーシャンかな。それっぽいことを一人ごちた。情報収集、個人売買、クラウドソーシングの場としてグリムはエイジのようなフリーターにとってお金稼ぎに必須だ。グリムはいわば新たな価値観に基づいたネットワーク上の共和国家である。と言ってもオーバーではないはず。その経済規模は今や現実の大国を脅かすほどなのだ。育成ブリーダーはハードル高いな。やっぱコレクター相手の捕獲が手っ取り早く稼ぎになるか。でも専業ハンターになるなら顧客囲って販売ルートを持たないと。黒いアグモン？捕獲報酬1億デジコイン？エイジはとある募集にかじりついた。アグモンというのはグリムに出入りするエイジのようなクラッカー、ネットワーク非正規労働者界隈で取引されるデータの一種、その名前だ。アグモン黒、無傷の生態に限る。恐竜型のシルエットに募集内容と注記が添えられていた。1億デジコインといえばざっくり1億円以上。エイジには想像もつかない大金だが、10年以上は働かずに暮らせるだろうか。でも元発言にぶら下がった返信を眺めたエイジはすぐにテンションが下がった。どれもこれも罵詈雑言かいたずら目的、金をせびるだけの発言ばかり。グリムは無法地帯なのだ。ネットワークの吐きだめだ。はあ、これ有名な都市伝説ネタかな。1億とか非現実的だし、だいたい黒かったらアグモンじゃねえだろ。天が俺のティラノモン3号が。思わず声が出た。同じフロアにいた高校生数人のグループがちらっとエイジを見た。去年まではエイジも彼らのように高校の制服を着ていた。あんな風にだべりながら目標もなく、その代わり将来の不安もない、大した実感のない楽しい毎日を。スマホをスワイプする手を止めると、もう片方の手でテーブルに置いた別のガジェットに触れる。手のひらサイズでモノクロ液晶画面と操作ボタンがついている。一見すると電子トイ、おもちゃのようだ。画面にはいわゆるドット絵でデフォルメされた恐竜っぽいものが映っていた。ティラノモン。名前が表示される。でもそいつは目をバツ印にしてダウンしてしまっていた。バイト探しに夢中でバイト代吹っ飛ばしちまった。バカバカ、俺のバカ。エイジは自分で頭をボコボコ殴った。他の2頭、ティラノモン1号と2号が
小さなモノクロ画面から代わる代わるエイジの方を見る。困った様子でまるで指示を待っているみたいに。頼むぜ。これ以上はお足が出ちまうよ。エイジはガジェットを操作し、ダウンしたティラノモンを別の個体に入れ替えた。ターゲットを捕獲できなかったら、お前ら餌抜き。というか、捕獲できなかったら、俺が今月おかず抜きだっつーの。ゲームで興奮しているヤバいやつだと思われたらしい。高校生たちは眉を潜めて席を移動してしまった。でも、これはゲームじゃない。遊びじゃない。エイジはクラッカーだ。コンピューター絡みの卓越した技術を持つ人間をハッカーというが、クラッカーはハッカーの中でも非合法、グレーゾーンの活動を厭わないネットワーク界隈の何でも屋だ。ツール設定捕獲、ターゲット再指定、もどきベタモン、クラッカーファングこと長住エイジをなめるんじゃねえぞ。コマンド実行放置。ポチッと実行ボタンを押した。モノクロ液晶画面のティラノモンたちがどこかに消えていく。仕事に出かけたのだ。あとは AI があらかじめツールで指定した通りに獲物を捕獲してくるはず。ふやけた紙コップのドリンクを飲み干すと、エイジはまたグリムを流し読みし始めた。